1日85万円接待東大ソープランド事件の真相。1500万円の接待。でも、東大に支払われたのはたったの100万円。最高額府の看板が、ソープ代より安く買い叩かれた前代未聞の事件の全貌を解説します。東大医学部のトップ教授が、昼休みにソープランド街をし、しかも費用は業者持ちという衝撃の事件です。1、時系列。2022年4月共同研究開始。日本化粧品協会が東大医学部佐藤教授と契約。契約額は約2億円。2022年から2024年。高額接待の常態化。佐藤氏が銀座のクラブや高級ソープランドでの接待を協会側に要求し、繰り返し受ける。2024年4月協会側が教授からの接待強要を理由に東大本部に相談を開始。2024年5月認事提訴。協会が東大と佐藤氏を相手取り損害賠償を求めて提訴。2024年後半東大の調査。大学側が内部調査を開始。佐藤教授を自宅待機処分とする。2025年12月別事件の発生。東大医学部で別の収賄事件医療材料選定巡りが発覚し、准教授が起訴される。2026年1月19日訴えの一部取り下げ。民事訴訟にて協会側が一部の請求を整理し、審理が継続。2026年1月24日佐藤真一教授を逮捕。警視庁が収賄容疑で逮捕。同時に協会の引地代表理事を贈賄容疑で書類送検。2026年1月26日懲戒解雇。東京大学が佐藤氏を即日解雇。2026年1月27日病院長辞任。東大病院の田中病院長が管理責任を取り辞任。2026年1月28日東大が記者会見。藤井総長が謝罪し、約2億円の研究費が未払い100万円の未入金だった事実を公表。2026年2月1日世論の沸騰。テレビ番組などで度が過ぎた接待として大きく取り上げられる。もうこれだけでヤバさが伝わります。2、教授の寄稿異常要求。週刊誌や報道で指摘されている内容をベースにしています。シャワーの錦。接待の前、佐藤教授は協会の事務所に立ち寄り、右礼にしてから女性に会いたいとシャワーを借りるのが恒例。その際、協会の女性スタッフを含む全員を外に出路と追い出し、事務所を独占していた。平日の昼ソープ。大学での勤務時間中であるはずの平日の昼間に、今からいつもの場所ソープランドを用意しろと業者に電話。そのまま直行し、協会側に代金を支払わせていた。恐怖のボイスメモ。協会側が証拠として提出した音声データには、穏やかな教授のイメージとは程遠い怒声が記録されていた。殺すぞお前ら、1000万持ってこいといった恫喝を繰り返し、資金を無心していた。部下も同席。自分一人だけでなく、部下である吉崎あゆみ元特任准教授書類送検も接待の場に呼び、組織的に接待付けを楽しんでいた。3、東大側のガバナンス崩壊。記者会見で判明した間抜けすぎる実態。100万円で東大を買い叩く。2億円の研究契約を結びながら、実際に入金されたのは100万円。例えるなら1万円のコース料理を注文して、50円だけ払って2年間居座り続けたような状態。ざるすぎる入金確認。東大本部は2億円もの大金が入っていないことに2年間気づかなかった。記者会見でなぜ気づかなかったのかと問われ、事務側の連携不足を認めるという最高学府にあるまじき失態。広告塔としてフル活用。東大は宣伝に使うなと求めていたが、協会側はガン無視。 SNS や HP で東大との共同研究とデカデカと掲載し、商品の信頼性を偽装していた。東大はそれに対しても具体的な制止措置を取っていなかった。4、東大ブランド。100円ショップ以下の買い叩き。2億円の契約を結びながら、実際には100万円しか支払わず、そのまま東大の看板を使い続けていたという事実は、今回の事件の中でも大学のガバナンスと知能力の欠如と業者のビジネス的な悪質性が最も際立つポイントです。具体的には、以下の4つの大きな問題点があります。A、東大ブランドの忠則と安売り。本来、東京大学という世界的なブランドと共同研究を行うには、相応の対価、今回の場合は2億円が必要です。問題点わずか100万円契約額の 0.5% を払っただけで、協会側は東大との共同研究という肩書きをフル活用して商品を宣伝しました。結果、東大のブランドがたった100万円で業者に買い叩かれたことになります。大学の威信を著しく傷つける行為です。B、大学側の会計管理システムの完全な機能不全。普通の企業や組織であれば2億円の入金がなければ数ヶ月以内に督促が行われ、契約が解除されます。問題点、東大本部は2年間も未払いに気づかず放置していました。背景佐藤教授が間に入って入金は後で来るなどと事務方を言いくるめていた可能性もありますが、それをチェックできない大学側の入金管理のズレが露呈しました。 C、国際卓越研究大学としての適格性問題。現在、東大は国から年間数百億円の支援を受ける国際卓越研究大学の認定を目指しています。問題点、2億円の入金すら確認できない組織に国民の税金数千億円規模の支援を任せて大丈夫なのかという疑念が政府や審査委員会に生じます。リスク、この100万円問題一つで
大学の将来を左右する巨額の公的資金がカットされる可能性があります。消費者に対する科学的根拠の偽装。日本化粧品協会は東大の看板を使って高額な DNA 検査キットなどを販売していました。問題点、消費者は東大が研究しているなら安心だと信じて購入します。しかし実態は契約金も払っていない、実態の伴わない研究だった可能性があります。法的リスク、これは不当景品類及び不当表示防止法、景品表示法の有料誤認に抵触する恐れがあり、購入者からの返金騒動や損害賠償に発展するリスクをはらんでいます。これは1万円のディナーを注文して50円玉1枚だけ置いて2時間居座り、さらにそのレストランの店員を名乗って外で高級弁当を売り歩くくらい異常なことです。このようにもはやどちらがより悪なのかわからないような状態です。次はどんなペナルティが待っているか、刑事罰と税務リスクの両面から見ていきましょう。5、刑事罰のリスク。教授業者療法が罪に問われます。教授側、まず国立大学の教授はみなし公務員のため刑法の贈収賄罪が厳格に適用されます。受託収賄罪5年以下の拘禁刑、加重収賄罪1年以上の有期拘禁刑、接待額1500万円相当は全額没収か同額の支払い。業者側、告発した業者も罰せられます。贈賄罪3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金。6、税務リスク。警察の次は税務署が来ます。これが実はお金の上で一番苦しいポイントです。教授側、まず賄賂にも所得税はかかります。接待を受けた利益は雑所得として課税されます。お金であってもソープランドであってもです。当然申告などしていないでしょうから、その場合は申告漏れです。重加算税、申告していない、つまり隠していた所得賄賂が見つかると本来の税額に 40% のペナルティが加算されます。没収されて手元に金がなくても税金だけは払わなければなりません。退職金もゼロ懲戒解雇のためな上に没収と追徴課税が待っています。業者側、賄賂は経費にならない。法人税法55条で賄賂や不正な接待費は領収書があっても損金不算入経費として認められないです。使途秘匿金課税、相手を隠して支出した悪質な金とみなされると通常の税金に加えて支出額の 40% を追徴されます。1500万円接待したなら1500万円は支払った上、その1500万円に税金がかかり、さらに罰金600万円という計算になります。接待した上に税金を取られ罰金も上乗せという三重苦です。接待した側業者は1500万を自腹で払った上に税務署からそれ経費じゃないから後で税金600万払いってねと言われる。合計2100万、ソープ1回あたり一体いくらになったんでしょうか。7、社会的損失。この事件は個人や法人の枠を超えて日本全体に影響が出ています。国際卓越研究大学の認定取り消し機、東大は国から毎年数百億円の支援が受けられる国際卓越研究大学の候補ですが、この不祥事で審査打ち切りや不採択の可能性が出ています。これが起きれば東大にとって数千億円規模の損失になります。国が10兆円規模のファンドから毎年300億円を最長25年間にわたって支援する卓越研究大学、その総額は約7500億円。たった1500万の接待のせいでこの天文学的なチャンスが消えるかもしれない。東大にとって史上最悪のコスパの悪さです。消費者の被害。協会が東大との共同研究を武器に高額な検査キット11万円などを販売していたため、ブランドを信じて買った多くの一般消費者が騙された形になっています。社会連携への不信感。民間企業が大学に資金を出す寄付口座の仕組み自体がエロ接待の温床としてネガティブなイメージを持たれてしまいました。8、結局誰が得をしたのか。これは誰も得していないという惨憺たる結果になっています。教授は職と名声を失い、業者は重税と前科を背負い、東大は数千億円の支援を失うかもしれない。1500万円のソープランド接待の代償はあまりにも高すぎました。結局一番の被害者は東大の看板を信じて11万円の検査キットを買った消費者かもしれません。皆さんは大学と企業のコラボ商品をどこまで信じますか。コメント欄で教えてください。